皆さんこんにちは、タソです。今回は気になっている人も多いであろう海藻育成について説明していきたいと思います。最近海藻がよく売られているなぁと思っている人も多いかと思うのですが、実は少し前からブーム来ちゃってるんです。知ってるよという方、ではこのブームがどこから来たかご存知でしょうか。実はインスタグラムからなんです。およそ3年ほど前、インスタグラムでとある方々がゼロから海藻育成に取り組み始められたことが事の発端でした。超有名なので今更説明は不要かもしれませんが、水草のファームをされ、ボトルアクアリウムの第一人者でもあり、全国で講演会やワークショップをされている園さん、そしてタイに在住し、こちらもインスタ界隈で知らない人はいない、あのカナダのフラッグボックスにも絶賛されているイチさんというお二人が3年ほど前にガラスボトルで海藻育成ができないかと着手されたのが始まりなんです。それまで日本のアクア業界で海藻育成の方法論なんてものは全くなかったんですが、それを試行錯誤され少しずつ解明していったんです。ちなみにその経過はインスタグラムにずっと投稿されていました。そしてノウハウが少しずつ明らかになっていくにつれ、徐々にインスタグラムで火がつき、海藻水槽やマリンボトルを始める人が増え、今のブームがあるわけです。ちなみに飼育のノウハウについてはまだまだ解明できていない部分も多く、実は園さんやイチさん、そして秀夫さんといった方々をはじめとして、たくさんのインスタグラム内でつながった人たちが日々トライアンドエラーを繰り返しながら育成メソッドを今も確立していっている最中なんです。なので実はアクアリウムにおける海藻育成のハウトゥーが一番詳しくわかるのはインスタグラムなんです。もちろん海藻を養殖されている方々や研究職の方々とはまた別になります。自分はたまたまその黎明期と言われる頃からこちらの方々と交流させていただいており、その輪の中に少しだけ入れさせていただいているんです。ただ最近すごく気になることがありまして、以前と比べお店でも海藻をよく見かけるようになったのはとても嬉しいことなんですが、お店側が管理方法を全く知らず通販で買ってみたらものすごく状態の悪いものが届いたとか、お店の言う通りにしてみたらすぐにダメになってしまったとかいうお話をちょくちょく聞きます。実際自分がとあるアクアショップをうろうろしていた時、たまたま店員さんが海藻についてお客さんに説明をしていたんですが、結構的外れな説明をお客さんにしていました。またアクアショップの YouTube を見ても、インスタグラムにあるようなマリンボトルなんて長期維持できない、とっても難しいなどと言っているお店もあり、すごく歯がゆい気持ちになっていたんです。園さんやイチさん、秀夫さんをはじめとしたたくさんの方々が日々トライアンドエラーを繰り返しここまで確立してきたものを、自分たちの知識の枠だけでバッサリ切り捨てたり、間違った情報を伝えてしまうというのは本当に残念なことだと思ったんです。もちろんいろいろ調べられ、適切なアドバイスをお客さんにされているお店屋さんもたくさんあると思います。ただ今回はそういう思いがあって動画を作ることにしました。正直自分もその辺の知識については精力的に活動されている人たちに比べるとかなり劣ります。なのでこの動画を見て海藻やマリンボトルに興味を持たれた方は、ぜひインスタグラムでこれらの方々の投稿を見てみてください。毎回めちゃくちゃ考察されていてかなり勉強になります。ちなみにここだけの話、難しすぎて頭に入ってこないこともあったりなかったりします。まあ自分の頭が悪いだけなんですが。また園さんはブログもされているので、そちらでも詳しい情報を閲覧することができます。さらに最近は何度もジェックスさんの YouTube 番組に出演され、海藻についても熱くお話しされています。あと後ほども紹介しますが、全国の海藻ラバーのため価格と量のバランスがおかしい海藻セットを全国に発送されているなど、いろいろとご活躍されています。では触りはこれくらいにして、まずは実際に海藻水槽やマリンボトルをされている方々がどのように管理されているのか、どのぐらいの期間維持されているのかなどを紹介していこうと思います。まずはこちら、園さんの水槽になります。
この水槽はサイズが 60×30×23 センチ、水量は35リットルになります。たくさんの海藻とマングローブの木がまさに自然の海を体現しているような水槽です。その中を泳ぐデバスズメとミスジリュウキュウスズメダイがキラキラ光っていてとっても美しいです。フィルターは エーハイムの2213を使用されており、隙間はないそうです。また、水替えは週に1回15から 30% 程度とのことでした。なんと3年2ヶ月経過した今でも維持されているそうです。もう一つの水槽、こちらは海藻レイアウト水槽ということで、水量約180リットルの90センチ水槽になります。海藻のボリュームに圧倒されますね。フィルターはまさかの自作で、20センチキューブ水槽に底面フィルターをつけ、水槽内に沈めているそうです。こちらは立ち上げから2年3ヶ月頃の動画だそうですが、2年10ヶ月経過した今でも維持されているとのことです。なお、水替えは週に1回 5% から 10% 程度を変えているそうです。次はイチさんの紹介をさせていただきたかったのですが、自分の不手際で編集が間に合いませんでした。すみません。次回を楽しみにしていてください。続いてはこちら、秀夫さんの水槽とボトルです。秀夫さんはかなり精力的に海藻水槽、マリンボトルの研究をされていて、バクテリアのことや光合成のことなんかは正直ショップの店員さんよりはるかに詳しいんじゃないかと思っています。その辺のことについて勉強したい方はぜひ秀夫さんの投稿を見てみてください。では、まずはこちら。この水槽は水量が18リットル、魚が2匹、たくさんの海藻だけではなく、ソフトコーラルやなんと SPS も入っています。また、本人曰く書けないほどたくさんのベントス系が入っているらしいです。ろ過装置についてですが、この水槽もフィルターはなく、水流ポンプとエアレーションだけ。水替えは1週間に1回3分の1ほど。維持期間はなんと約2年だそうです。そしてこちらは秀夫さんのマリンボトルになります。こちらはジェックスさんのスフィアボトルで水量は 4.5 リットルになります。魚はおらず、イソギンチャクモエビだけということです。たくさん海藻ソフトコーラルが入っており、もちろんノーフィルターの水流ポンプのみ。水替え頻度は同じく1週間に1回3分の1ほどらしいです。そんな管理方法でおよそ1年半維持していたらしいです。次いで、チャンダンさんのボトルになります。このマリンボトルも本当に綺麗です。このボトルの水量は約10リットルで、魚は1匹、たくさんの海藻とソフトコーラルが入っているそうです。フィルターはもちろん入っておらず、水流ポンプのみ。水替えは1週間に1回3分の1だそうです。その管理方法で維持期間がおよそ半年だそうです。そして4つ目は大五郎さんという方の水槽になります。こちらはこれまでと打って変わって大迫力の水槽になります。水量約150リットルのオーバーフロー水槽です。この水槽、なんとマリンテラリウムでして、後ろのテラリウム部分にはマングローブがまさに自生しているかのごとく生えており、そこに塩招きもいるそうです。たくさんの海藻やサンゴの中を気持ちよさそうに魚たちが泳いでおり、とても見応えのあるレイアウトです。水替えは1週間に1回 30% で、維持期間は約8ヶ月だそうです。そして5つ目はヨシさんのボトルになります。ヨシさんの投稿はいつも本当におしゃれで、こんなおしゃれな投稿をしてみたいなといつも羨ましく思いながら見ています。なんと今回ご自身で編集されたおしゃれな動画を提供していただいたので、そのまま使用させていただきます。ありがとうございます。こちらのボトルは水量がおよそ10リットル。入っているお魚はクマノミが1匹ということです。
ろ過装置についてはノンノイズ水中フィルターというとても小さな水中フィルターがついているそうです。水替えは週に1回 30% で、なんと1年8ヶ月ほど維持されているということでした。そして6つ目、こちらは大阪にあるハウスリーフさんのウェルカム水槽になります。めちゃくちゃ綺麗ですよね。正直自分が知っているアクアショップの中でこれ以上の海藻水槽は見たことがないです。水槽は 60×45×30 のロー水槽で水量は約75リットルになります。ろ過装置として外部フィルターを使用しており、水替えはなんと月1回ということ。店長さん曰く一番手がかからない水槽だそうです。ちなみに立ち上げからおよそ1年ほど経過しています。そして最後、一応自分の水槽も。まずこちらは 45×30×40 センチ、水量およそ50リットルの水槽です。この水槽では SPS の中でも特に難しいと言われている緑石と海藻とを一緒に育てられるかというテーマで立ち上げました。結果ですが、海藻が茂って見にくいのですが、画面中央やや右側にある緑石はすこぶる調子よく、ライブロックをしっかり被覆しています。ろ過装置は外部フィルターで、水替えは週に2回 10% ずつ。この動画は立ち上げから約半年後の動画ですが、1年半経った現在でもしっかりと維持できています。続いてのこちらは冒頭でも流していた30キューブ水槽です。一応後ろに F1 という小さな水中フィルターが入っていますが、実は中身は空っぽなんです。この水槽はクモウツボという小型の可愛いウツボと、小型ではないけど可愛いと自分は思っている大きいクモヒトデを飼育しています。ウツボは生餌やクリルを食べるので水が汚れると思う人もいるかと思いますが、この通り水はピッカピカです。ちなみにこの水槽は立ち上げてからすでに1年以上経過しています。水替えについてですが、新しい水は使用せず、メイン水槽の水替えの時に出る捨て水を水替えに使っています。それで水替えは週に2回 10% ずつ。維持期間は1年と1ヶ月ほどになります。ざっくりとですが、数名の方々の水槽、ボトルの紹介をさせていただきました。ご協力いただいた皆さん、本当にありがとうございました。この他にも素敵な海藻水槽、マリンボトルを維持されていらっしゃる方は大勢いらっしゃいますので、またご紹介していければと思います。どの水槽やボトルも本当に綺麗で、しかも強調したいのは、どの水槽も数ヶ月、数年単位で管理されており、なおかつ毎日水替えなんて大変なことは全くしていないんです。マリンアクアリウムをやってみたいけど難しそうだし、と思っている人もたくさんいると思います。ですが、実際には何点かポイントさえ抑えられれば、こんなにも美しい世界を楽しむことができるんです。では、そのポイントについて説明していこうかと思ったんですが、前置きが長すぎたんで申し訳ないですが、今回は一旦この辺りで終わりにしようと思います。次回は海藻水槽を始めるにあたって押さえておくべきポイントだと思う照明、水流、栄養などを中心に説明していこうと思います。ではでは、今回もご視聴いただきありがとうございました。今後もこのチャンネルではアクアに関するいろいろな情報を発信していきたいと思います。応援してやってもいいかなとちょっとでも思っていただけたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。高評価ボタンをクリックしていただけるだけでもめちゃくちゃ嬉しいです。そして、このチャンネルではアクアに関するちょっとした疑問、質問、お悩みなどを随時募集しております。もし何か気になること、困ったことがある人はお気軽にコメントください。それでは皆様、アクアリウム、今日も楽しみましょう。さよなら。